よしじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回はちょっといつもと違う思考でいこうと思うのじゃよ。プレイするゲームはファミコン版のグラディウスじゃ。パワーカプセルによる選択式パワーアップというシステム、そして多彩なステージ構成でシューティングゲームの歴史を変えた間違いなく名作じゃ。オプションという概念を初めて採用した点でも、その後のシューティングゲームに与えた影響は大きい。ファミコン版はハードの機能上の制約はありながらも、グラディウスというゲームの魅力を非常にうまくまとめた移植として当時から高く評価されていたのじゃ。とはいえ、4つつくはずのオプションが2つまでになるなど残念な点もあった。今回はこのファミコン版グラディウスの移植度向上版のパッチを使用してプレイしていくのじゃ。まず肝心のパッチじゃが、カシオンさんのプロジェクトグラディウス AC よりパッチデータをいただいたのじゃ。最初はグラディウス AC2000 から始まり、有志の方々の尽力によって最新の2010まで作られているのじゃよ。カシオンさん、ありがとうございますなのじゃ。ポリメガではパッチは1つしか適用できないので、パッチを重ねて当てる必要があるときはこのようなパッチ統合ツールを使うと良いぞ。パッチデータが完成したらポリメガ本体のメディアに保存する。その後はゲームをプレイする際にメニューの一番下にあるパッチを選択を選び、適用したいパッチを選ぶだけじゃ。それでは早速起動してみるのじゃ。今回は比較しやすくするために左上に通常のファミコン版の画面を表示している。タイトル画面からしてもう全く違うのじゃ。フォントがファミコン標準ではなく、ちゃんと専用フォントになっているのが嬉しいな。そしてファミコン版にはなかったオプションメニューも追加されているのが素晴らしい。残機数に言語、そしてボタン割り当てや連射機能もあるのじゃ。特にファミコン版ではショットとミサイルが同一ボタンになっていたが、これをアーケード同様に分けることもできるようになっている。まさに至れり尽くせりじゃ。オリジナルのグラディウスに対する愛とリスペクトが溢れているのを感じるな。さて、それでは早速プレイしていくのじゃよ。パワーアップゲージやビッグバイパーなど全体的に色合いがアーケード版に近い感じになっているのがわかると思う。パワーカプセルのグラフィックもかなり違う。ステージ1の花壇や地形の色合いもアーケード版に寄せているのじゃよ。いつものことじゃが、スーパープレイでも攻略プレイでもなく、普通に最後までゆるくプレイするだけじゃ。ご承知おきの上でお付き合いいただければ上々じゃよ。この中央の岩にあった砲台がファミコン版ではカットされていたのじゃが、ちゃんと再現されているのじゃ。レーザーもインターレスの関係でうまく表示できていないのじゃが、ファミコンの短いレーザーではなく長く表示さ
されるようになっている。火山もより派手な演出になっている。さらにボスのビッグコアもアーケード版同様に火山ステージでそのまま登場するようになっている。ビッグコア自体もファミコンより大きく書き直されているのじゃよ。まあそのせいでスプライト抜けがひどくなってしまってはいるが、そしてファミコンでは当時できなかった4つ目のオプション、これは嬉しいな。ステージにはステロイドステージじゃが、ここもファミコン版ではカットされた上下へのスクロールがしっかり再現されている。バリアもアーケード版と同様のサイズになっているのじゃ。バリアの当たり判定はアーケード版と違い、正面以外の全方面をカバーしているファミコン版と同じ仕様じゃ。ステージ構成も変えてあって、ファミコン版はオリジナルよりステージ自体が長くなっているのがよくわかるな。ダブの量もファミコン版より多くなっているのじゃ。本作は1986年4月25日にコナミより発売されたファミリーコンピュータ用タイトルじゃ。ジャンルは横スクロール形式のシューティングじゃ。アーケード版のリリースが1985年5月29日だから1年足らずで移植されたことになる。もちろん移植はファミコン用が初めてじゃ。ゲームセンターで人気のタイトルが家で遊べるというのは当時かなり嬉しかったのじゃよ。ストーリーは惑星グラディウスは時空星団バクテリアンの侵略により滅亡の危機にさらされていた。最後の希望である超時空戦闘機ビッグバイパーはバクテリアンの要塞ゼロスを目指して飛び立ったのだったというシンプルな感じじゃ。MSX 版くらいからいろいろと世界観が細かく設定されていくのじゃよ。ステージ3といえばモアイステージじゃ。もちろんこのステージもしっかり上下のスクロールを再現している。ファミコン版はこの上下スクロールがないせいで逃げ場所がなくてかなり攻略法が変わっているのじゃ。あとはモアイが吐き出すイオンウィンドもアーケード版と同じ色になっているのじゃよ。このステージもファミコン版はアーケード版よりステージ構成が長くなっているのじゃ。小型円盤チルドを吐き出すマザーもアーケード版と同じまではいかないが、出てくる数が多くなっているのが一目瞭然じゃな。操作方法はショットボタンとパワーアップボタンの2つ。
とは十字キーじゃ。ショットボタンでミサイルと通常ショットが発射される。アーケード版ではショットボタンとミサイルボタンが分かれていたのじゃが、ファミコン版ではボタンが2つしかないので合わせて1つになった。そして本作の特徴でもあるパワーアップシステムじゃが、敵を倒すと出るパワーカプセルを取ると画面下部のパワーアップゲージが1つ右に移動する。必要な装備になったところでパワーアップボタンを押すとその装備が手に入る。パワーアップアイテム自体はそれまでのシューティングでもあったが、自分で装備や順番が選べるというのが本作を戦略性の高いシューティングゲームにしているのじゃよ。あとはなんといってもこのオプションじゃな。分身的なのはそれまでのシューティングにもあったが、無敵であるという点と自分の攻撃範囲を大きく広げることができるというのが画期的なのじゃ。ステージ4は逆火山ステージじゃ。この逆火山というのも結構画期的じゃな。ステージ1のグラフィックの使い回しといえばその通りじゃが、上下という感覚や重力が反転した惑星という世界観をうまく表現していると思う。当時は横スクロールシューティングというのはそれほど多くなかったのじゃが、その多彩なステージ構成の中で上下の地形をうまく使ったギミックを表現したのがグラディウスじゃ。天井とか山のような高低差というのは縦スクロールのシューティングでは表現が難しいからな。まさに横スクロールシューティングゲームの傑作であり、革命的なゲームなのじゃ。あとはこのステージの BGM、フリーフライヤーはグラディウス屈指の名曲で、わしも大好きじゃ。そしてステージ4といえばファミコン版ではカットされてしまったアイアンメイデン。これも見事に再現されていて素晴らしい。本作の BGM を作曲した東野幹氏はフルオーケストラの譜面が書ける音大出身で、しかも学生アルバイトの時に作曲したらしい。その後も幻想水湖伝シリーズやときめきメモリアルの作曲を手掛けており、コナミはもちろん日本を代表するゲームミュージックの作曲家じゃ。この頃はアーケードゲームの基盤というか音源機能自体を各メーカーが作っていたので、メーカーによって音色の違いがあって、これはコナミ、これはナムコというのがすぐにわかるのが楽しいのじゃよ。ステージ5は触手ステージじゃな。グラフィック的には大きな違いはないが、レーザーがちゃんと貫通するようになっているのと、当たり判定が変わっているようで、触手の腕が破壊しやすくなっている気がするのじゃよ。さすがにアーケード版と同じ触手3本の再現は無理だったようじゃ。
そういえばよくあるネタじゃが、わしも最初はこの自分が操作する戦闘機がブラディースという名前だと思っていたのじゃ。機器の名前はビッグバイパーなのじゃよね。オプションと類似変態を組むことから類似変態、ビッグフォーメーションのビッグと毒蛇の意味のバイパーの組み合わせなのじゃ。ビッグではないので要注意じゃ。後付け設定らしいが、ビーク人という少数民族が持つ超能力、ビークパワーを動力としているのじゃ。ステージ6は細胞ステージじゃ。全体的に色合いがアーケード版に近くなっているほか、細胞壁のグラフィックも書き直されているのじゃ。ボスの格もしっかり再現されているな。このステージもファミコン版はアーケード版より長めに構成されているのじゃが、当時のコナミのスタッフが性能が劣るファミコンに移植するにあたって苦労と工夫をしたことが忍ばれるのじゃよ。諦めないといけない要素もありつつ、ステージ構成を変えて家庭用としてより長く遊べるようにしたり、さらに子供が遊ぶことを考えていきなりフル装備にできる隠しコマンドを入れたりしているのじゃ。いわゆるコナミコマンドはこのファミコン版のブラディースから始まったのじゃよ。さて、いよいよ最終ステージの要塞じゃ。ここも色合いやグラフィックがちゃんとアーケード版に近づけるように修正されている。そしてファミコン版にはなかった背景も再現されているのじゃ。これだけアーケード版に近づけることができたカシオンさんたち有志の方々の熱意と努力は本当に素晴らしいのじゃよ。しかし、かといって当時のコナミの開発の方々が劣っていたわけではないのじゃ。当時は容量も限られていたし、プログラム技術も今は比べ物にならないくらい発展している。限られた条件の中で、それでもグラディースというゲームの魅力を見事に再現したファミコン版があってこその本作じゃ。わしはこういう制作者の思いや情熱が感じられるゲームが大好きじゃよ。おう、ファミコン版でカットされた電磁バリアもちゃんとあるな。
スボスもアーケード版同様にケーブルを破壊することができるようになっている。そしてエンディングじゃが、実は脱出するビッグバイパーが追加されるなどファミコン版の方が豪華になっているのじゃよ。本作のオリジナル、そしてパッチ制作に関わられた方々に改めて敬意を表するのじゃよ。今回はここまでじゃが、おまけとして、グラディウス AC2010 のノーカット版をこの後に用意したのじゃ。トークや比較抜きでじっくり見たい人におすすめじゃ。では、次回もよろしくな。